指輪。江戸川乱歩。失礼ですが、いつかも汽車でご一緒になったようですね。これは、おみそれ申しました。そういえば、私も思い出しましたよ。やっぱりこの線でしたね。あん時は、とんだご災難でした。いや、お言葉で痛み入ります。私もあの時は、どうしようかと思いましたよ。あなたが私の隣の席へいらっしゃったのは、あれは京駅を過ぎて間もなくでしたね。あなたは一袋のみかんをスーツケースと一緒に下げて来られましたね。そしてそのみかんを私にも勧めてくださいましたっけね。実を申しますとね、私はあなたを変になれなれしい方だと思わないではいられませんでしたよ。そうでしょう。私はあの日は本当にどうかしていましたよ。そうこうしているうちに、隣の一等車の方から興奮した人たちがどやどやと入ってきましたね。そして、そのうちの一人の貴婦人が一緒にやってきた車掌にあなたの方を指して何か囁きましたね。あなたはよく覚えていらっしゃる。車掌に、ちょっと君、失敬ですが、と言われた時には変な気がしましたよ。よく聞いてみると、私はその貴婦人のダイヤの指輪をすった点ですから、驚きましたね。でも、あなたの態度はなかなかお立派でしたよ。バカなことを言ってはいけない。そりゃ人違いだろう。なんなら私の体を調べてみるがいい。なんて、ちょっとあれだけの落ち着いたセリフは言えないもんですよ。おだてるもんじゃありません。車掌なんてものは、ああしたことに慣れていると見えて、なかなか抜け目なく検査しましたっけね。貴婦人の旦那という男も、うるさくあなたの体をおもちゃにしたじゃありませんか。でも、あんなに厳重に調べても、とうとう品物は出ませんでしたね。みんなの謝りよったらありませんでした。本当に痛快でした。疑いが晴れても、乗客が皆、妙な目つきで私の方を見るのには並行しました。しかし、不思議ですね。とうとうあの指輪は出てこなかったというじゃありませんか。どうも不思議ですね。おい、いい加減にしらばっくれっこはよそうじゃねえか。この通り誰も聞いているものはいやしねえ。いつまでもさようしからばでもあるまいじゃねえか。ではやっぱりそうだったのかね。おめえもなかなか隅へは置けないよ。あの時、俺がそっと窓から投げ出したみかんのことを一言も言わないで、見当をつけておいて、後から拾いに出かけるなんざ、どうして玄人だよ。なるほど。俺は随分すばしっこく立ち回ったつもりだ。それがちゃんとおめえに先手を打たれているんだからかなわねえ。俺が拾ったのは、ただの腐れみかんが5つよ。俺が窓から投げたのも5つだったぜ。バカいいね。あの5つは
皆無傷だった。指輪を抜き取った後なんかありゃしなかったぜ。いわくつきのやつは、ちゃんとおめえが先回りして拾っちまったんだろ。はっ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 は。兄はからんや。そうじゃねえんだから、お笑い草だ。おや、これはおかしい。じゃあ、何のためにあのみかんを窓から放り出したんだね。まあ、考えてもみねえ。せっかく命がけで頂戴した品物をよ。たとえみかんの中へ押し込んだとしてもよ。誰に拾われるかわかりもしねえ。線路の脇なぞへ放られるものかね。おめえがのこのこ拾いに行くまで元のところに落ちていた謎は、とんだ不思議というもんだ。それじゃあやっぱりみかんを放ったわけがわからないじゃないか。まあ、聞きねえ。こういうわけだ。あの時は少々ドジを踏んでね。亭主野郎に勘ぐられてしまったものだから、こいつは危ないと大慌てに慌てて逃げ出したんだ。どうする暇もありゃしねえ。だが、おめえの隣の席まで来て様子を見ると、急に追っかけてくるようでもねえ。さては車掌に知らせているんだな。こいつはいよいよ油断がならねえと気が気じゃないんだが、さて一見のものをどう始末したらいいのか。とっさの場合で日頃自慢の知恵も出ねえ。恥ずかしい話だが、ただもうイライラしちまってね。なるほど。すると、ふっとうまいことを考えついたんだ。というのが、例のみかんの一件さ。よもやおめえが、あれを見て黙っていようた思わなかったんだ。きっと手柄顔に吹聴するに違いない。そうして、俺がみかんの袋を投げたとわかりゃ、皆の顔がそっちへ向かうというもんじゃねえか。みかんの中へ品物を忍ばせておいて、後から拾いに行くなんざ古い手だからね。誰だって感づかねえ。そうなるってえと、幸い調べるにしてからが、この男はもう品物を持っちゃいねえという顔で調べるんだから、自然、おろそかにもなろうってえもんだ。ねえ、わかったかね。なるほど。考えやがったな。こいつは一杯食わされたね。ところが、おめえが知っていながら何とも言い出さねえ。今に言うか、今に言うかと待ち構えていても、うんともすんとも口を聞かねえ。とうとう身体検査の段取りになっても、まだ黙ってやがる。俺は、さては、と思ったね。こいつはとんだ食わせ者だぞ。このままそっとしておいて、後から拾いに行こうと思ってやがる。あの場合だが、俺はおかしくなったね。ざまあね。だが待ちねえ。するってえと、おめえはあれを一体どこへ隠したんだね。車掌のやつは、ずいぶん際どいところまで調べやがった。口の中から耳の穴まで、くまなく調べたが、でも、とうとう見つからなかったじゃないか。お前も、
ずいぶんおめでてえ野郎だな。はてね。こいつは面妖だね。こうなるってと、俺はどうも聞かずにゃおかれね。そうもったいぶらねえで、高額のためにご伝授に預かりたいもんだね。はっはっはっは。まあ、いいよ。よかね。そうじらすもんじゃねえやな。俺にはどうも本当とは受け取れねえからな。嘘だと思われちゃ尺だから。じゃあ話すがね。怒っちゃいけないよ。実はね、おめえが腰に下げていたタバコ入れの底へそっと忍ばせておいたのさ。それにしても、あの時お前の体はまるで好きだらけだったぜ。いつその指輪を取り戻したかって言うまでもね、おめえが早くみかんを拾いに行くおと大慌てで改札口を出る時によ、